ミルトンチャンネルです。今日はサブバッテリーシステムを大容量化して 12V クーラーを節約せずに使えるようにしてみました。その組んだバッテリーがこちら。今回はリタイムの 200A のバッテリーを2台並列させて合計 5120W まで大容量化しましたが、 40A のリチウムイオンバッテリー専用の充電器も導入して効率的に充電ができるようになったので、夏が来るのが待ち遠しいシステムになりました。昨年まで私はこの 12V クーラーを夜間のみの使用で節約をして使ってきました。というのも、この 12V クーラー、家庭の6畳用クーラーと同じぐらいの冷却能力があり、冷房使用時500から600W ほどの電力を食うこともあるので、節約せずに使うにはサブバッテリーを大容量化する必要がありました。そこで今回私が大容量化に選んだのがこのリタイム 200A プラスのバッテリー。内容物はバッテリー本体、取扱説明書、M8 のボルトと保護キャップ、製品パンフレットになっています。保護キャップを外してボルトを取り付けていきます。この絶縁保護キャップが付いているのはショート対策にもなりますので、地味に嬉しい付属品です。このように紐で取っ手が固定されているような形になっていて、バッテリーのサイズは横 53.2 センチ、縦 20.7 センチ、高さ 21.5 センチ。新旧のバッテリーを比較してみます。こちらが私が昨年使っていたアンペアタイムのサブバッテリー、こちらがリタイムのサブバッテリー。両方とも中身は一緒なのですが、リタイムの方が一回り小さくなった印象はあります。このように上から比較してみても、縦の長さも4センチ程度、高さも 1,2 センチは小さくなっています。横幅に関してはほとんど変わりないか、若干古い方のアンペアタイムのバッテリーの方が小さい印象です。またこのリタイムのサブバッテリーの重さは 21kg、 そして昨年私が使っていたこのアンペアタイムのバッテリーの重さが 22.5kg。 これを比較すると重量が約 7% ほどこちらのリタイムのバッテリーの方が軽くなっています。こちらのリタイムのバッテリーは 12V200Ah、 安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセルが使われています。バッテリー容量は 200A×12.8V ですので 2560Wh のバッテリー容量があります。私が昨年使っていたアンペアタイムのバッテリーと組み合わせると ×2 で 5120Wh のバッテリー容量になるので、これならさすがに 12V クーラーでも容量を気にすることなく使えると思います。この2台のサブバッテリーを並列に接続する前に電圧バランス調整をした方がいいそうなので、マニュアルに従ってバッテリーを個別にフル充電します。今回は合計で 5120W のバッテリーを充電しなければならないので、バッテリー充電器を大型のものを導入することにしました。 40A リチウムバッテリー専用バッテリー充電器です。内容物はバッテリー充電器本体、製品マニュアル、 AC 充電ケーブル、そしてこれがとても珍しいのですがコネクター付き丸型端子ケーブル。私が以前使っていた 20A のリチウムバッテリー充電器と比較してみます。箱の大きさだけ比較しても4倍程度に大きくなったような印象があります。実際に箱から出して比較してみるとこんな感じ。特徴的なのは 20A の方がこのようにワニ口クリップで固定するタイプなのに対し、こちらの 40A リチウムバッテリー充電器は丸型端子とコネクターで接続するような形になっています。では実際に充電してみます。先ほどのコネクター付きケーブルをバッテリーに接続していきます。接続の方法はこのナットで締め上げていくだけです。プラス極はこの茶色のケーブル、マイナス極はこの青いケーブルになっています。製品マニュアルをチェックするとプラス極とマイナス極どちらからつないでもいいようです。
次にこのマイナス極の青いケーブルをつないでいきます。バッテリーを接続を終えたら充電器本体にケーブルをつないでいきます。この充電ケーブルのコネクターはこのように挿せる方向が決まっているので接続ミスがないのが安心です。これで接続完了です。次に AC ケーブルを接続し充電をしていきます。 AC ケーブルをつなぎ終えたら電源を入れます。電源をつなぎ終えるとこのチャージの部分が点滅するようになりました。今現在 13.9V 約 40A で充電されています。 40A で 12.8V の充電ですので約 512W で充電されているようです。この充電器の音量がそこそこあるようなのでデシベル計でチェックしてみます。音量は約70デシベル。高速道路を運転中の車内のような音量です。この充電器やバッテリーの発熱の具合もチェックしておきたいので1時間後に温度を計測します。念のためストップウォッチで時間を計っておきます。はい、充電開始から1時間7分。触った感じはそんなに熱くなってないんですがこのケーブルの部分が多少暖かくなっているような感じです。このコネクタ付きのケーブルも多少暖かくなっているような感じです。念のためサーモグラフィーカメラでチェックしてみます。バッテリー充電器自体は一番温度が高いところでも26度程度、そしてケーブルの部分は35度ですとかそういった感じの温度ですね。リタイムのバッテリー自体はこのようにほとんど熱を持っていないので発熱に関しては問題なさそうです。バッテリーのコネクターの部分も30度程度しかありませんので発熱に関してはほとんど問題がないと思います。このリン酸鉄リチウムイオンバッテリー充電器は縦 28.5 センチ、横 14.2 センチ、高さ9センチなので充電器としては結構大きい印象があります。重さも 2.4kg あるのでそこそこ重たいです。バッテリーと比較するとこのぐらいのサイズ感なので許容範囲ではあるとは思うんですけれども充電器にしては少し大きいかなという印象があります。ただこの充電器はリン酸鉄リチウムイオン専用のバッテリー充電器なので充電モードがかなり細かく切り替わるようになっていてこのグラフのようにバッテリーの電圧が低くバッテリー電力残量が少ない時には 1A から 8A の電流で充電しバッテリーの充電が溜まってくると 40A の電流に充電が変わります。またかなりフル充電に近くなっていくと段階を置いて充電電流が下がり充電電圧が 14.6V に達するとこの充電器の充電が自動で止まるようになっているようです。またこの LED のインジケーターも自動で切り替わるようになっていてこのボルトと書いてある部分がバッテリーの電圧、そしてアンプと書いてある部分が充電の電流、キャップと書いてある部分がバッテリーに充電されている容量になっているようです。またこの下の部分の LED のインジケーターは青色の点滅をしている時はバッテリーが充電中で緑色の LED が常時点灯されるとバッテリーの充電が終わった状態になっています。またこの一番右の赤いエラーという文字がついてしまうと充電器が保護状態になって過温度、いわゆる高温になったりですとかショート、短絡の保護、逆極性、これはプラスとマイナスを付け間違えたりした時、また出力過電圧保護、こういった保護が自動で行われるようになっています。はい、ちょうど3時間18分で充電が完了しました。この真ん中のインジケーターが緑色に光っています。はい、このリタイムの充電が完了したので念のためこのバッテリーのバッテリー残量をチェックしてみたいと思います。このリタイムのバッテリーもアンペアタイムのバッテリーも両方ともそうなんですが、このバッテリー残量を知るためには製品マニュアルにあるバッテリー容量換算表をチェックしてバッテリーの容量を見ていきます。なるべく正確にバッテリー残量を測りたいのでテスターを使ってチェックしていきます。バッテリーの電圧は 13.65、 これをバッテリー容量換算表でチェックすると 13.65 は 100% を超える充電量が溜まっているようです。次にこのアンペアタイムの方のバッテリーもバッテリー残量をチェックしてみたいと思います。アンペアタイムのバッテリーは 13.31V、 こちらもバッテリー換算表によると 13.31 は 90% のバッテリーが溜まっているような感じになっています。
ではこのアンペアタイムのバッテリーにも充電をしておきたいと思います。充電を開始します。問題なく充電が開始され始めました。念のためどのぐらいでバッテリーの残量が 100% になるかチェックしておきます。このバッテリーのバッテリー残量は充電開始時 90% でした。はい、アンペアタイムのバッテリー充電開始から29分で充電が完了しました。バッテリー残量 90% からのスタートでしたので30分以内に終わったのですが、これは結構早い方だと思います。今回はこの2つのバッテリーを並列接続させるために Amazon で新しくケーブルを購入しました。60スケアの並列用バッテリーケーブル赤黒セットです。こちらは30センチの長さで価格が4580円。ケーブルにしてはそこそこいいお値段がします。本来サブバッテリーの並列には同じアンペア数で同じメーカーのものを使うのを推奨されているのですが、この200アンペアのバッテリーを並列させるには50スケア以上のケーブルで接続する必要があり、 Amazon で探したのですが60スケアのものしか見つからなかったので、少し太い60スケアのものを購入しました。この60スケアのケーブルはかなり極太で、ノギスで測ると 1.46 センチほど太さがあるのですが、このように中の導線がすごく細いので多少このように曲げることもできます。リタイムの製品マニュアルに従って接続をしていきます。マニュアルにはバッテリーを個別にフル充電した後に12時間から24時間バッテリーを放置し、その後バッテリーを接続するようにとありますので、この2つのバッテリーを24時間以上放置させました。次に並列方式はプラスとプラス、マイナスとマイナスをつなぐようになっていますので接続をしていきます。なおこのバッテリーは 200A2 個の場合はバッテリーシステムは 12V 400A になるバッテリーの倍数になるようにバッテリーを揃えなければならないそうです。プラスとプラスのバッテリーをつないでいきます。サブバッテリーの場合はプラスからつないでもマイナスからつないでもどちらからつないでもいいそうです。今回私油断して手袋をしてないんですが、本来は絶縁製の手袋をつけた方がいいそうです。13mm のレンチで締め上げていきます。この際にこのバッテリーのプラス極とマイナス極がこのようなレンチでこの両極に触れないように絶縁テープを巻いておきます。はい、これで接続完了しました。こういったタイプのレンチを使うと隣の端子に触れてしまいますので、このように絶縁をしてからレンチを締め上げるようにしてください。この 12V クーラーのメインケーブルは冬の間ここに入れていました。はい、このメインの 12V クーラーの電源ケーブルはこの部分から引き込んで、リタイムのバッテリーの隙間のこの横の部分をはわせてこちらに持ってきました。そしてレノジーの走行充電器を真ん中に挟んで、リタイムのバッテリーとアンペアタイムのバッテリーで挟むようにしてあります。このバッテリーの電源には 12V クーラー、そして 400W の制限範囲インバーター、そしてレノジーの走行充電器もつないでいきます。この部分を 13mm のレンチで締め上げていきます。最後にあらかじめかませておいた保護キャップを上からかぶせておきます。プラス極のこの部分にも
同様につないでいきます。つなぐケーブルは並列のケーブルと 12V クーラーのケーブル、インバーターのケーブル、走行充電器のプラス極のケーブルです。この走行充電器のプラス極の部分とインバーターのプラス極の部分にはヒューズが仕込まれています。また 12V クーラーのプラス極のケーブルにも、これはあらかじめデフォルトでヒューズが仕込まれています。安全のためにプラス極には全てヒューズを仕込むようにしてください。プラス極の部分にもこの絶縁キャップを仕込んでおきます。走行充電器のケーブルと 12V クーラーのケーブルに通しておきます。同様に 13mm のレンチで締めます。上から絶縁キャップをかぶせておきます。はい、これで接続完了です。それでこちら側なんですけど、本来はこのような絶縁キャップできっちりかぶせておいた方がいいんですけど、ちょっと私の持ってるものがサイズが合わなくて、大きいのを見つけたらこれに交換しておきたいと思います。この部分も本来は絶縁キャップでこのように絶縁しておいた方が安全です。ちょっと若干ケーブル類でごちゃごちゃしているんですが、インバーターの電源を入れてみます。問題なく電源が入りました。これで電気が使える状態になりました。雪国に行く前に塩害対策で 12V クーラーの室外機を養生していたので、それらを外します。こんな感じで想像していた通り、ちゃんと塩化カルシウムを防いでくれているようです。コンデンサーの部分も冷却ファンの部分も塩化カルシウムをきっちり防いでくれています。この施工はやっぱりやってよかったですね。ハサミを使って梱包用ラップと OPP テープを剥がしていきます。素材がラップとセロテープなので撤去はとても簡単です。はい、10分程度でこの OPP テープと梱包用のラップを剥がし終えました。塩化カルシウムの被害で錆びることもなかったので、そういった意味ではかなりやってよかったかなと思います。このゴミは燃えるゴミで出せるので、そういった意味では手軽でいいかなと思います。このファンやコンデンサーの部分を養生するのはちょっと大変でしたが、1時間程度で終わったので、そういった意味では良かったのかなと思います。はい、インバーターの電源を入れてみます。これで電気が使えるようになりました。それで同時でクーラーも使えますので、このままクーラーの電源も入れてみたいと思います。順調に冷え始めました。すごい冷たい空気が出てきています。今車内の気温は26度で、車外の気温が19度ぐらいなんで、全然クーラーをつけるシーズンではないんですけども、すごく涼しくなってきました。めちゃくちゃ冷たい空気が出ています。で、1点だけこのリタイムのバッテリーのデメリットを挙げるとすれば、それは現在このクーラーで使われている電力が何ワットぐらいかっていうのが正確には知ることができません。このレノジーの走行充電器にこの Bluetooth モジュールというのをつないでいるので、ここで走行充電ですとかソーラーパネルからの充電の電流を知ることはできるんですけども、今現在ソーラー発電からの充電で 0.19 アンペア充電されているようですね。なんですけれども、このクーラーの正確な電力消費量はわからないような感じになっています。その点がデメリットといえばデメリットなんですけども、このようにもう5分ほどクーラーをつけてるんですけども、23.7 度まで気温が下がりました。ちょっと寒くなってきたので一旦クーラーをこれで止めたいと思います。で、一点注意点なんですけれども、この 40A のバッテリー充電器なんですけども、こういったインバーターですとか、あとはこの 12V クーラー、これをこのままここにつないだまま充電をしてしまうと、このインバーターやこのクーラーが壊れてしまう可能性があるそうなので、もしこの AC 充電器を使って充電される場合は、このインバーターとクーラーのケーブルはこの部分から取り外して充電をする必要があります。
で、このクーラーやこのインバーターを取り外してしまえば、このように並列をしている状態でもこのバッテリー充電器は使えるそうです。ただこのインバーターやクーラーを取り付けたままこの部分から充電をしてしまうと、このインバーターやクーラーが壊れる可能性があるそうなので、もしこのバッテリー充電器で充電をされる場合は、このインバーターとクーラーを必ず取り外すようにしてください。今回はこの 12V クーラーを使い倒すには気温が低かったですが、このクーラーの冷え方は家庭用のクーラーと同じでめっちゃよく冷えるので、夏にこのシステムを使うのがとっても楽しみです。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。